どうも、モブです。今回は開発ノートのまとめ動画になるよ。それじゃ、早速見ていこう。まずは、不具合についてだよ。これは、先日の更新データの適用で起きたもので、セイコンの結晶というアイテムが、仕様とは異なる内容で支給された問題のようだね。また、今回の問題を踏まえ、1.5 バージョンアップデート以降は、セイコンの結晶の獲得先が増加し、より多くのアイテムと交換できるようになるよ。そして、仕様が大きく変更されることから、アップデート前に獲得できなかった分のアイテムが、メールボックスを通して支給されるよ。そのため、今回のアップデート後には、大量のセイコンの結晶が届く可能性があり、マーリンの獲得がより簡単になりそうかな。次は、リニューアルについてだよ。今回のアップデートでは、フェルゼン鉱山と深層クモノスが一時的に閉鎖され、今後のアップデートで再登場する予定になるよ。また、リニューアルに伴い、ダンジョンで獲得できていた報酬が、ボスチャレンジで獲得できるようになるようだね。そのため、少ない鍵で、より多くの報酬が得られるようになるため、できるだけ鍵は温存しておくようにしよう。次は、アイテムの交換機能についてだよ。これは、ダンジョンで獲得した素材を、ボスチャレンジで獲得できる素材に交換できるもので、アップデート以降に適用されるものだよ。また、1対1の比率での交換になり、特定のアイテムが足りなくなる状況がなくなりそうかな。次は、刻印装備と防具の同時装着についてだよ。これは、刻印装備の存在により、左側の防具や5セット以上のセット効果の価値が低い現状を打破するシステムになるよ。また、刻印装備のパッシブ効果やセット効果も同時に適用され、HP や防御力などのステータスも格段に増加することになるね。この仕様により、操作が苦手なプレイヤーの人でも、時空の交わりのような高難易度コンテンツをクリアすることができるようになりそうかな。次は、防具セットの数値調整についてだよ。これは、刻印装備のパッシブ効果と同時に活用できるようになることから、既存のバランスを大きく崩さないようにするためのものだよ。また、サブオプションの数値や、セット効果の数値が変更されることから、キャラクターの理想なビルドも変わる可能性があるよ。そのため、アップデートが来るまでは、素材を多く消費しすぎないようにし、アップデート後に試行錯誤してみよう。次は、防具やアクセサリーの最大品質の拡張についてだよ。これは、かなり大きなアップデート要素で、固定された品質を獲得できた仕様から、ランダムな品質が排出されるように変更されるよ。また、その中には、歪な邪念や、再生の参加シリーズも含まれており、これまで以上に厳選が必要な環境になりそうかな。その他にも、漆黒の推奨シリーズなどの、注目されていなかった防具が、より価値のあるものになる可能性があるよ。次は、魂の鈍色武器についてだよ。これは、メリオダスや、エスカノールなどの、魂の鈍色武器の価値が、黒煙シリーズより低かった問題になるね。また、この問題を踏まえ、今回のアップデート後には、新しいサブオプションが追加されるようになり、性能が大きく向上することが予想されるよ。そのため、メリオダスに関しては、黒煙シリーズを育成しているユーザーが多い傾向にあり、一番多くの被害を受けることになりそうかな。次は、成長難易度の緩和についてだよ。これは、精鋭モンスターを倒した後に獲得できる報酬が、キューブの鍵を使用しなくても獲得できるようになるものだよ。そのため、マスタリーの解放に鍵を使う必要がなくなり、防具やアクセサリーなどの厳選に、力を入れることができるようになりそうだね。次は、魔力結晶のかけらについてだよ。これは、SSR 武器の凸に必要なアイテムが、SR のアイテムを通して製作できるようになるものだよ。そのため、アップデート前に、別のアイテムに交換しないようにしたり、
SR 武器の凸を無駄に進めたりしないようにしよう。次は、新しいコンテンツについてだよ。今回のアップデートでは、最大5人までのパーティープレイが可能な、レイドコンテンツが追加される予定だよ。また、このコンテンツでは、週単位で報酬を獲得できる仕様になっており、星の破片を多く獲得できるようになるようだね。特に、無課金でプレイしている人にとっては、かなりありがたい報酬になるため、優先的にこなすようにしておこう。次は、デイジーに関する内容についてだよ。これは、翻訳の問題から、説明とは違った効果が適用されていたもので、ツイッターでかなり大きく扱われた問題になるね。また、前回の開発ノートでも案内された通り、デイジーの6段階の効果が、通常攻撃や必殺技で攻撃すると、敵のクリティカル防御が減少するように変更されるよ。そして、性能が大きく向上することを踏まえ、デイジーの復刻ガチャが期間限定で開催されるよ。特に、エスカノールの実装から始めた人は、デイジーを獲得する機会がなかったと思うので、1.5 バージョンアップデート期間中に、母体確保を目指すようにしよう。次は、タイムアタックについてだよ。現在の七織では、タイムアタックが人気なコンテンツであり、その中で、特定の攻略法が問題視されているようだね。これは、ハウザーなどの必殺技を事前に使用して、バフ効果をストックした状態でスタートする戦法になるよ。しかし、運営さん的には、これが正規の攻略法と位置づけているものの、今後の環境に大きく影響することを考慮し、いろいろと調整を重ねていくようだね。今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは7つの大罪オリジンの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。